はい、じゃあ次はこの色を入れていこうと思います。同じような感じになっちゃったね。まるっきり一緒か。はい。ほぼ一緒だな。まあいいか。はい。はい。じゃあこの色を入れていこうと思います。はい。はい。じゃあこの段どうなるか。でも分かりやすくていいわ。はい。で、次。はい。次は、立ち上がった隣の目から1、2と細編みを入れたら角っこ1、2と。はい。角から、ここまでか。ここまで。脇っちょ、こことここに下ろせばいいんだね。はいよ。ってことは、1、2、3、4、7個かな。7個ですね、多分ね。はい。7つ、1、2、3、4、5、6。はい。はい。はいはいはい。はい。7つ。7つ細編みを入れました。そしたら長編みをします。長編み。で、次3つ。1、2、3と細編みをしたら、また下ろします。はい。で、1、2、3と細編みをして、また下ろす。で、また3つ。1、2、3と入れたら下ろす。こういうの繰り返しですね。はい。あとは、また端っこまで7つ。細編み。2、3、4、5、6。はい。7つ入れたら角っこ。はい。今回はこんな感じ。4つ下ろしていく感じですね。はい。こんな感じで下ろしていきます。はい。じゃあ、進んでいこうと思います。1、2。はい。ここまで編んできました。そしたらまた次は白い段なので、ここ隣の目から抜いて、はい。で、これ終了したからこれ連れてってあげないとね。さっきはちょっと巻き込むの忘れちゃったんで。はい。で、そしたら隣の目に入れてあげて、さて、ちょっと待ってね。次どうなるかって話ですよ。あ、はい、わかりました。はい。1、2と細編みを端っこまで編みます。で、1、2と。はい。細編みを1、こことここだから3つですね。まずは細編みを1、2、3とやったら下ろします。はい。はい。どこで下ろすかっていうのは分かりやすいですね。ここに、すでに降りてるところの上に1つ下ろして、で、1つ細編みをしたら、また下ろす。網みたいにね、こう、格子か。格子みたいにここちょっと作ってあげる感じになるんで、もう一回下ろします。はい。もう一回下ろして。はい。で、こいつをちょっと巻き込んでってるんでね。はい。で、そしたら、はい。そしたらどうすんの？ 1、2、3。はい。1、2、3。はい。3つ細編みを編んで、また長編みですね。はい。で、そしたら、5つ細編み。はい。5つ細編みをして長編み。そしたら3つ細編みをして長編み。はい。1つ細編み、長編み。1つ細編み、長編み。はい。この段はこんな感じになってます。で、角っこまで1、2、3、3つ細編みして角っこ。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じで入れてきます。はい。この段編んできました。はい。次の段。次の段はまた隣にブスッと刺して、じゃあ何いこうかなっていうところでね、紫にしようかな。紫とか、ちょっと待って。あんまり、どうなんだろう。まあいいや。はい。適当です。はい。適当ですっていう感じでね。はい。紫入れてきます。色吉ですから今回はね。はい。色吉でございます。はい。はい。引き抜いて、隣1。1、2、はいはい。1、2と細編みを入れます。1、2と細編み入れて角っこ2つ。はい。じゃあ、こっからいくついくのかなっていう話なんですけど、3つですね、ここは。1、2、3と入れたら長編み。はい。
おっとと、長編み。はい。で、そしたら、1、2、3、4、5、6、7つかな。7つ。2、3、4、5、6。7つ入れて長編み。はい。で、そしたら真ん中だから3つかな。1、2、3入れて長編み。はい。こんな感じです。はい。逆サイド。1、2、3入れて長編み。そしたら7つ。1、2、3、4、5、6、7つ。待って、7つ入れたら長編み。はい。で、角まで3つ。1、2、3で1、2。はい。ここはこんな感じになります。はい。3つ細編みをして長編み、7つ細編みをして長編み、3つ細編みして長編みで、あとは逆に繰り返していくだけ。はい。じゃあこの段こんな感じでやっていこうと思います。はい、紫の段を編んできました。じゃあ編んできたので、ブスッと刺して隣の目に刺して引き出して、こいつを引っ掛けつつ、はい、立ち上がって、そしたらここはいきなり長編みのとこになりますんで、長編みを下ろします。長編みを長編みを入れて、はい。で、細編みを1つしたら角っこ2つ。はい。で、そしたらここの段は1個細編みをしたら長編みを1つ入れて、で、もう1つ細編みをして長編み。はい。はい、長編み。で、そしたら細編みを、3つですね。1、2、3で長編み、長編みで細編み、長編み、細編み、長編み。はい。で、その後は細編み3つしたら長編み、細編み、長編み。はい。これで半分越したんで、あとは同じように戻っていくだけですね。細編み、細編み、細編みして、長編みを1つ、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。で、次に細編みが3つ、1、なんか割れてない？うん、割れた。はい。1、2、3。で、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ。で、最後に細編みを1つ入れて、角っこ。はい。こんな感じです。この段は、こんな感じでやっていきますね。はい。1つ細編みをしたら長編み、細編み、長編み、3つ細編みをして、1つ長編み、細編み、長編み、細編み、長編み、3つ細編み、長編み、細編み、長編み。で、真ん中越して反転させて同じことをして戻っていく。はい。こんな感じになります。はい。じゃあこの段をこんな感じで編んでいこうと思います。はい、この段を編んできました。じゃあ次何色を入れようかなっちゅう話なんですけど、どっちにしよう。茶色、紫、紫茶色にしよう。その前にこっちが短いからこっちからいきますね。はい。で紫入れてきます。薄紫。はい。はい、これで。はい、立ち上がったら隣の目に入れて、さらにもう一個、はい、で12と。でこっちですね。
こっちがいくつ入れるんだ？ここまで持ってくんだよ。ここまで持ってくんだから、1、2、3、4、5、6、7。7つですね。はい。7つ細編みを入れてきます。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、長編み。次も7個かな。7個だな、多分。1、2、3、4、5、6、7で長編み。これで真ん中。1つ細編み、3つだ。1、2、3と細編みをしたら、はい、ちょっとここでちょっと糸足すわ。どれだ？これもまた短いんだな。はい。次、長編み。長編みだけど、ちょっとこれを糸引っ張って通して、長編み。はい。はい。で、7つ細編み。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、長編み。で、次、細編みがまた7つ。1、2、3、4、5、6、7。で、角っこ。はい。こんな感じですね。はい。ここの段はこんな感じです。7つ細編み、長編み、7つ細編み、長編み、3つ細編み、長編み、7つ細編み、長編み、3つ細編み。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、この段もチャカチャカいっちゃおうと思います。はい。はい。この段を編んできました。じゃあ次です。次で最後から2番目の段ですね。はい。引き出して、こいつを挟み込んで、はい。立ち上がって、隣の目に入れます。はい。で、細編みを2つして、1個、2個。はい。角っこ。はい。で、次が、ここまで進んでくればいいんだよね。はい。なので、5だね。はい。5つ細編みをします。1、2、3、4、5。はい。で、長編み。長編み。細編み。長編み。はい。次3つ。細編みを3つ。1、2、3。はい。で、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ。はい。で、次、細編みが5つ。はい。1、2、3、4、5。で、長編みが1つ。はい。で、1、で、長編み。1細編み、長編み。で、3つ。1、2、3で細編みをしたら、長編み、細編み、長編み。で、細編みが5つ。1、2、3、4、5で角っこ。はい。ここの段はこんな感じです。5つ細編み、長編み、1つ細編み、長編み、3つ細編み、長編み、1つ細編み、長編み、1つ細編み、長編みで5つ細編みで半分こして反転させて同じことということですね。はい。じゃあこの段をこんな感じで編んでいきます。1、はい。ここまで編みました。いや、実はですね、1日経ちまして、1日とか一晩経ちましてですね、えーあのここの色をね、ちょっとどうしようかなって思って、一番スタートをね、でちょっとね、違う色を入れたんだけど、やっぱりこっちのがいいやっていうことで、撮影したんですけど、撮り直しですわ。はい。
取り直しでございます。はい。ということで、一番最後の段をね、ここからやっていこうと思います。はい。茶色入れてきます。はい。茶色入れます。はい。で、ここ、最後入れたところの隣にブスッとまた刺しまして、はい。で、茶色入れてきます。はい。これが最後の段になります。はい。取り直し。取り直し。はい。はい。させ。はい。で、これブニュッとね、あれして。はい。じゃあ、これで取っていきますけども。はい。で、隣に普通に細編みを一つ、筋編みで入れますね。はい。筋編みで細編みをして。はい。で、いつものようにもう一個、ここに筋編みのように細編みを一つ編みます。はい。はい。で、これですね。これをやっていきます。なんで、ピコット。何や、コビット。違うがね。全然違うがね。はい。ピコット。はい。ピコットを入れるんですけど、はい。じゃあ、ここまで端っこまで普通に編んできました。そしたら、1、2、3、4、5でございます。はい。5。ね。5の鎖編みをします。5つ鎖編みをしたら、ここですね。横にここ走ってるところありますね。ここの横に走ってるところ。この鎖目のところの横の線と、こっちの細編みのこの縦の筋の左側ですね。ここに2つ通して、で、引き抜きます。はい。引き抜いて、引き抜いて、はい。で、また、1、2、3、4、5と編んだら、同じところに刺して、はい。ここですね。2本取って、同じところに刺して、で、はい、引き抜きます。はい。はい、ちょっと待って。はい。引き抜いて、ぐい、ぐい、いや、あれ。はい。で、1、2、3、3、4、5。はい、3つのピコット、5目のピコットですね。はい。で、引き抜いて、はい。こんな感じになります。で、そしたら、ここの一番最初の、ここ、最初っていうか、この端っこのね、ここの部分ですね。ここの部分に、細編みを入れて、はい。で、あとは普通に、ここの前段の細編みの上に細編みを一つずつ入れて、ここの真ん中部分、ここまで来ます。はい。じゃあそこまでダーッと細編みを入れていきます。はい。真ん中のところですね。一番真ん中のところの1個手前まで来ました。はい。で、ここ真ん中のところどうするかっていうと、ここは普通にね、一つ長編みで下ろします。で、その後に、1、2、3。はい。3目です。今度は3目。で、ここの、ね、この長編みのところの頭の鎖目の手前の半目と、縦に走ってるここですね。はい。ここに2本拾って、ここに引き抜きます。はい。で、1、2、3。同じところ、ここですね。こことここに入れて、引き抜きます。はい。で、1、2、3。同じとこ、ここです。ここに入れて、引き抜きます。はい。引き抜いたら、次、隣の目から普通にまた細編みを入れて、端っこまで編んでいきます。はい、ここまで来ました。で、この端っこ、ここですね。ここの目に一つ、一番最後の目に細編みを入れたら、1、2、3、4、5。はい。で、ここの鎖目の手前半目と縦線のところ左側に入れて止める。引き抜きで止める。1、2、3、4、5。同じところに入れて引き抜いて止める。はい。1、2、3、4、5。はい。で、同じところに引き抜いて止める。
はい。で今度こっち側ね、ここ前段の鎖編みのとこですねに一つ細編みを入れたら、こっちここの目ずっと同じように細編みを1目ずつこう入れていくと、はい、こんな感じですね。はい、このような繰り返しでピコットを角っこと真ん中にこう入れていく。はい、でこれをずっと一周してやっていこうと思います。はい、はい、最後のところまで来ました。じゃあ最後ですね、最後の2目かね、こことでここ立ち上がったところなのでぶっ刺してグイッと入れて、最後に細編みを1つ編みます。はい、ギュッと引っ張って、でこれちょっとくるんできちゃったから端っこがないな、まあいいか、しゃあないな。はい、でそしたら、はい、本来はねこれねなんだ、私今回こうやって止めちゃったんだけれども、一番最後の段を編む前の段ですね、ここは鎖目のこのなんていうの終わり方っていうか、この閉じ方で閉じた方が一応綺麗には見えます。今回こうやっちゃったけどね、はい、はいはい、まあ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 ということでね。はい、でそしたら最後の目まで入れたらちょん切ります。はい、でビューッと抜いて、で閉じます。はい、このなんていうの鎖目の閉じ方で最後の2段は閉じた方がね、どうせほら糸を変えるわけだから、その方が綺麗にはできます。はい、でこいつの頭っていうのがここまでかぶってくるので、ここに通すとね、ここに通すんじゃなくてもう一つ先、この先一つ2つ目のところに入れて、こうすると頭の目数がぴったんこになるんでね、1つ目じゃなくて2つ目に入れる方がぴったりになります、頭の数としては。はい、こんな感じですね。はい、ここを作ってあげた感じ。はい、でこっちに一回戻って、で適当に糸処理をしていきます。はい、こんな適当でいいんですけど、一応でも目立たないようにね入れていかなきゃいけないからね。はい、表も気にしながら。はい、なんか音楽が聞こえてますね。なんでしょう。なんだすいませんね。はい、はい、でここがちょっと縮こまりすぎた。ギュッと引っ張って、はいはい、目がね潰れすぎない、引っ張りすぎないように。はい、これで完成です。はい、でもねすでに一回ね撮影した後なのでね、後ろが綺麗にもうね糸処理してあるでございますよ。はい、ちょっとねこれちょっとピシッとちょっとアイロンでも当てますかね。はい、アイロン当てましょう。はい、はい、というわけでアイロンを当ててまいりました。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、いかがでしたろう。はい、ねこっちとね色は変えましたけれども、こんな感じで、3種類こうやっていう感じで色を作ってみたけど、まあまあまあ茶色を周りにね入れたことでちょっとこうキュッと揃ったかなっていう感じはしなくもないかな、私的にはね。はい、こんな感じでねいろんなこの余り糸っつうんですか、こういう残ってるね端っこの糸、こういうのを使ってまあ新しい糸をまたさらに足しながらになりますけど、もちろんそんな感じでちょっとね編んでみました。はい、もしよろしければこんな感じで編んでみてはいかがでしょうか。なんていうの、これをね応用してもらってもっと自分でこう考えて広げてもらってもいいし、でコースターね、こちらコースターの編み方、あそうだ、こっち説明しなかったね。はい、こっちの説明しますね。こっちの説明なんですけど、これは1234567891011段まで編みますね。まず11段までこっちと同じです。こっちと同じように11段目まで編みます。ちょうどこの濃いこのエンジっぽいやつのところまでですね。でさらにその外か、さらにその外ちょっと待って、そうだね。はい、このエンジのところまで編みますよね。はい、でこのエンジのところまで編んだらその周りの白を編み、そしてさらに
このピンクのところが縁になってる感じになりますね。大きさ的に言うとね、そういう感じでございます。はい、このピンクのところが縁になるぐらいの感じの、縁になるぐらいの感じのじゃない、縁になるんです。ここが縁になる感じで編んでいくっていうわけですね。はい。で、この編み方なんですけど、何が違うかっていうと、角っこが3つになってます。はい。3目のピコット、3目の3つのピコットで、ここが同じように真ん中に降りてて、ここが3目の1つのピコット。それだけです。違いは。編み方としては一緒です。はい。角っこが3目の、3つのピコット。真ん中が3目の1つのピコット。ね。そうやってコースターの方はやってます。はい。これセットでね、こうちっちゃい感じで。最初はね、ここも3つがいいかなと思ったんだけど、ちょっとね、私的にはね、ちょいくどい感じ。でもこの辺は好みなんで、ここ3つにしても別にいいと思います。3目のやつを3つにしてもいいと思う。こっちは角っこ5目にして、ここ3目にしてますけど、ここはもうね、自分の趣味ですよ。だから、同じにしてもいい3目で、ここも3目でも別にいいと思う。うん。私は最初実はそうやって編んでるんだよ。こっちは5目で編んでるかな。こっちは5目で編んでるけど、最初ね、本当に最初お試しした時、これも3目で編んだの。でも、こっち3目で編んで、1目っていうかこの3つのやつを1つだけにしてるんで、まあまあなんか雰囲気的にちょっとほんのり、ミニチュアみたいな感じになるんで、こっちをちょっとデカめにして、で、こっちをワンサイズ下げたみたいなイメージで作りました。いかがでしたでしょうかということでね、完成、イエーイ。まあね、編み図はね、基本的には前々から言ってますけど、編み図は出しません。私が編んだやつをこう見ながら編んでもらうか、それとも、これね、ここから自分で編み図作ってください。はい。なぜか。ですね、編み図を作ると、本当にね、モザイク編みっていうのはね、団地的にね、団地的ってその住んでる、建物の団地じゃないよ。段違い的にってことですね。はい。段違い的にね、モザイク編みっていうのは理解できます。それを皆さんにやってほしいなと、はい、思います。はい。簡単には出しませんよ、編み図は。バッとは。はい。たまに出しますけどね、これは出してもいいかなとか、すでに気質のね、散々編まれたような、そういったやつは出しますけれども、自分で考えたやつはね、そう簡単には出しませんよっていう話でございます。はい。すっごい時間かかってから。なぜなら。うん。そうなんですよ。すんごい時間かかるんですね。自分で、なんていうの、すでにある編み図を、こう、写すっていうのは、そんなに時間かかんないんですけど、自分の頭の中で考えて編み図を作っていくっていう、最初からね、組み立ててって、作っていくっていうのはね、結構時間かかるんですよ。うん。私はね、それをね、バッとね、ここで出すほどね、器がでかくないんです。はい。はい、そういうわけでございます。はい。なので、これを見て、皆さんこれね、シャミでもしてもらって、どうなってんだってのをじーっと見てもらって、じーっと見てもらえばわかりますから。はい。というわけでございます。はい。はい。ではね、今回もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ということでね、これを皆さん応用してくださいね。別にポットマットと、なんていうの、コースターっていうことでなくても全然、ね、いいと思いますんで、ずれてた。はい、ずれてた。はい。と思いますんで、はい、お好きなように、これをね、普通のモチーフとしてね、バッグとか、なんだらかんだら、袋物だったり、なんだらかんだら、敷物、普通もうちょっと大きく編んでね、でもこれのサイズでもいいからね、これいくつかつなげて、こう敷物作ったりとか、そういうこともできますんで、あとはもう自分のね、サイズ好きなところで切ったって別にいいと思うんですよ、これは。ね、本当に。本来はだってこの大判のすごい大きいサイズだったわけだからね、クッションサイズの。うん、なので。まあでも適当に皆さん使って、作ってみてください。なんやらかんやら。はい。というわけでございます。はい。というわけで今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回次の動画もしくはライブでお会いしましょうということで、では皆さん、本日はここまで。では、はい、さよなら。さ、一旦止めたんだけど一旦止めて最後喋るの忘れてたなんでかって言うとね、今ガチャガチャガチャってってうちの家人がね外に出てって、今日なんかねまたねオリンピックのなんだ会場ねちょっとパスがあるもんだから見に行ってこうなんつって出かけるなんて言ってたんだけど、私がなんだろう撮影始めちゃったから黙って出てったのかなっていう感じなんだけど、はい、
はい。私も止めてね、行ってらっしゃいって急いで行こうかなと思って間に合わなかった。間に合わなかった。まあそういうこともあらあらということで、まあいつ何時に帰ってくるかよくわかりませんが、後でメッセージが来るでしょうという話ですね。はい。何の話してんだ。うんうん。いや、だけどさ、ね。なんかさ、オリンピックって確かさ、来週末ぐらいから始まるような気がするんだよね。確か。そんな感じ。うん。その前にパリ行きたい。私もパリ行きたい。来週かな、やっぱりな。今週はもう金曜日だから、今日金曜日なんですよ。はい。行けないけど、まあ来週どっかで行けたらいいなと思ってるんですけどね。ちょっとオリンピック前のこの雰囲気っていうのをね、見てみたいじゃない。オリンピック中に行く気はしないんですよ、あんまりやっぱりね。まあどんな感じか様子見に行きたいような気がするけど、電車賃本当に2倍になるのかなみたいな。いや、私はもうね、チケット買ってるから大丈夫なんですよ。はい。大丈夫なんですけど、普段の通りに買ってるんでね、それは問題ないんだけれども、もし万が一、なんつうの、あの、電車賃が2倍とかになってたら、本当笑うなと思って、まあ、それも確認したいなって気はあるんですけどね。はい。はい。まあ、どうなることやら、あと1週間ぐらい、10日ぐらいか。ね。10日弱、1週間ぐらいか。ね。ちょうど1週間ぐらいでオリンピックですけどさ、どうなることやら。いや、不思議なオリンピックだと思いますよ。だって普通にガーッと会場があってそれでやるとかね、そういうわけじゃないですから。街中でいろんなところでやるっていう、どういうあれよ。考えだよっていう話でね、パリ市民だけじゃなくパリ周辺の人たち大迷惑って話なんですけど、はい、はい、まあいいわ、はい、今日また家人が様子見に行ってね、本当にそのフリーパスでね入れるんだって、働く人用のねフリーパスが今週いっぱいだっていうことなんでね、それで写真撮ってくるなんつって、まあ昨日も散々写真見せられたんですけどね、これ見てみたいなさ、もううざいよって話だけどね、夜中のね23時過ぎにね、見てなんて言われたってね、こっちだってね早くね寝る準備して寝たいんだよって話なんですけど、まあそんな感じでね見せてもらいましたけども、今日もなんかまだ行ってないところに行ってくるみたいな、入れるんだろうか本当に、仕事もないのにバスだけあってね、どうなんでしょう。まあいいわ、そんな感じでございます。ではバイバイ。